相手に蹴りを悟らせずにヒット率を格段に上げることができるようになる背筋で蹴ることで得られる大きなメリット3選をお届けしたいと思います。相手がサウスポーになった場合はこれ相手のここに蹴りを通すと当たりやすく、さらに受けにくい、相手からしたら怖い蹴りなので、相手がオーソドックスの場合はこのラインが有効なラインになってくるので。こんにちは、空手家工芸です。前回は上段回し蹴りを当てるために僕が最も大切にしている背筋で蹴る上段回し蹴りのコツ3選をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。慣れてくれば小さな動作で通常の上段回し蹴りよりもスピードのある鋭く力強い蹴りが蹴れるようになったのではないでしょうか。今回は前回お伝えした背筋蹴りが蹴れるようになることで生まれるメリットを理解し使いこなすことで相手に蹴りを悟らせずにヒット率を格段に上げることができるようになる背筋で蹴ることで得られる大きなメリット3選をお届けしたいと思います。深く理解して練習することで上段回し蹴りにこれはあったものの全然蹴っても当たらないし諦めてしまっていたという方に、一筋の光をお届けできればと思います。日頃僕のチャンネルは空手家高血の技術解説や他の武道、格闘技の技術を深掘りするのを見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿しています。また本気で強くなりたい人や本気で強くしてあげたい人は YouTube では若狭高血の本気の技術解説が見られ、毎月、所属メンバーの全ての質問に高血ががっつりお答えしているオンラインサロン空手家高血のオンライン教室もありますので、ぜひ動画概要欄をチェックしてください。ちなみに体が硬くて、組手で相手の顔まで上がらないという方は、過去に、投稿した90度開脚しかできなくても上段が蹴れるようになる、身体操作法を紹介した動画もありますので、そちらを、参考してみてください。では早速上段回し蹴りを当てるために大切な背筋蹴りで得られる大きなメリットを3つお届けしたいと思います。1つ目、疲れていても蹴れる。2つ目、前手を動かさずに蹴れる。そして最後の3つ目、直線で蹴れるです。では今回もそれぞれ解説していきたいと思います。1つ目の疲れていても蹴れるですが、これ前回ご紹介した背筋蹴りでこの引くことでこちら側を引くことでこの動員できる筋肉量を増やすっていうことをお話ししたと思うんですが、これなんですが当然動員できる筋肉量が増えると威力スピードが上がるんですが、こちらの例えばですが1箇所にの筋肉に負担をかけずに体幹のこの大きな筋肉を使って、各部位で少しずつ筋力を出力して、蹴ることが可能になるので、この1箇所に負担をかけないことで疲れていても、これ足を上げることが、できる上に、疲れた状態でも当然この多くの筋肉を、動員して蹴れるので威力を、保った状態で蹴れるということができます。そうすると当然ですが、組み手が長引いて、相手も疲れた自分も疲れた状態であれば、皆さんご経験あると思うんですが、確実に後半になると上段が開きやすくなるんですよ。でそういう時に、上段が蹴れる蹴れないに関してはこれで差が出てくるので、これが蹴れるようになっておくことで、お互い疲れてってなってる時に上段開いたけど上がらないっていう状況が、防げて自分だけは上段回しが蹴るってことが、可能になります。正直、これができなかったら100人組手での後半で上段で KO することが不可能なので、本当にこれ慣れてくればかなり省エネで蹴れるようになってくるので、ぜひこの、参考にしていただいたら自分も実際にその疲れた状態で蹴れるのかっていうのを、やっていただけたらいいかなと思います。ちなみにすごく昔僕がやってた練習としてはガンガンミットやってめちゃめちゃ疲れた後に、もうハーハー言いながら上段回しやる連続で蹴るって練習なんです。その時はもう効率よく体を使わないとそもそも上段蹴れないので、そうやって自分を追い込んだ状態で、上段回しを蹴れるように体を操作するっていう練習にはなるので、正直しんどい稽古なんですが、ちょっと実際にその省エネで蹴るためにそういう練習をしていただくのがありかなと思うんで、参考にしてみてください。続いて2つ目ですが、2つ目、前手を動かさずに蹴れるです。実はこれが組手にもたらす効果が実はめちゃくちゃ大きいんですね。基本的にこれやってもらうのが一番分かりやすいんですが、構えた状態で相手の手とか体が前にふって出てくると、もうこの瞬間に人間って自分に向かってくるものに対しては、警戒心を抱いたりとかやばいって、察知する能力があるので、この瞬間にもう自分来るってバレてしまうんですね。なんでこれを背筋を引くことで、何ができるかというと、この手を前に出さなくても、なんなら構えた状態でこれ手を下ろしてでもできるんですけど、この状態でこちら側の肩を引くっていう動作なんで、基本的にはこいつが前に向かってくる感覚ではなく、こちら側を引く、こちら側を引くことができるので、相手からすると自分から相手が離れていくっていう動作の中で、蹴りの準備ができるので、相手にとってはこれがノーモーションの蹴りに見えるっていうことが起こります。
これも実際ちょっと道場でやっていただくと結構わかると思うんですが、ちょっと構えてください。この状態で蹴るときに、例えば、こうやってやったりとか、こうやってやったりすると、これ相手に悟られてしまうので、こういう蹴りと、あと、こちら側で蹴る場合も、一番よくやりがちなのは、結構こう、当然これは分かりやすいので、これ理想はですが、相手が来た時にふって下がって、これを蹴りの準備動作にして、こういう形で上げていくと、相手からするとこういう動作がなくて、例えばこう構えてて、相手ふって下がって相手が追ってきた時にこうやって蹴ることができるので、この引く動作が準備になるというのはかなりこの組手の中のメリットになりますので、これ実際今みたいにこうやって相手に立ってもらって、じゃあまずこうやって蹴ってみるねっていうのと、ここからこれをなるべく使わずに引いて蹴ってみるとか、あとはこっちで、こうやって蹴るパターンと、下がってこのままこう蹴るパターンという形で体験していただくと、多分前に立つ人が一番分かりやすいと思いますので、実際自分もやって相手にやってもらって、その効果を実感していただければなと思います。どうですかね。両方とも反応できなくて、たまたま避けたかどうかなっていうぐらいの感じです。これ多分実際にお互いでやってもらうのが一番分かりやすいと思いますので、ペアで、ぜひどうぞやってみてください。今ご覧いただいたみたいに、背筋の蹴りに関してはこの背筋を引く動作を初動にしているので、相手にとってはノーモーションに見える、事前察知が難しい蹴りにすることが可能っていうこのメリット、これも関してはもう本当意図的になるべく相手に手を向かってこう出さないっていう練習を普段してないとできないので、意図的にミットを練習した時もこの状態から出さずに引いて出すっていうのをちょっと、練習してみてください。よし。そして最後、3つ目の直線で蹴れるですが、前回最後にやった、壁際ハイキックができるようになったら、実際にペアでも体験していただくことで、前回もちょっとお見せしたんですが、蹴りが回ってくるのと直線で来るので怖さが全然違うっていう、実際受けにくくなるっていうのをやっていただいたんですが、その時にちょっと、そのメリットを、知った上での、少しコツもありますので、ちょっとそれを今から、ご紹介したいかなと思います。こう構えていただいて、蹴りを出すのに前回言ったみたいにここに壁があると思って蹴るっていうのは当然なんですが、この時にちょっと意識してほしいことがあって、自分の膝が相手の顔の中心、構えた状態で相手の顔の中心がここにあったら、自分の膝がこの顔の中心を必ず超えてから解放するっていうイメージを、持っていただかないと、これ、回さない蹴りができないので、基本背筋で相手の顔のここに膝をまっすぐ向けてくる。膝をまっすぐ向けてくる。この後に結果的に足が、顔の方に向かうっていう形で、イメージしていただくと、ミット以外ですね、顔がここにあったらここに膝を出しに行くっていう形で引いて蹴るっていくと、相手に悟られにくい上に、直線で、足がこのラインに向かっていくっていう蹴りができますので、ちょっと膝の、位置イメージする、どこを膝に持っているかっていうイメージはちょっと回すんではなく、直線で相手の顔のこちら側に持っていくっていうのをちょっと、イメージしてください。で、これ実はもう正面に向かってくる蹴りって、怖いので、ちょっといただいてサウスポーでよろしいですか。相手がこうサウスポーになった場合は、これ相手の体の正面側にここに蹴りを通すと当たりやすく、さらに受けにくい、相手からしたら怖い蹴りなので、例えば構えた時に直線で蹴る場合も、相手のこの正面のこのライン上にこう構えたとしたら、このラインをイメージして、ここからこの間を通すつもりで蹴っていくと、サウスポーの人に対してはこのラインが一番怖いラインになってくるので、イメージ相手の体のこの正面に回さない蹴りが向かってくるように、イメージしてもらうと、組手の中で有効な蹴りになりやすいので、ちょっとこちらの参考にしてみてください。
で、当然なんですが、相手がオーソドックスの場合はこのラインが有効なラインになってくるので、オーソドックスタイプの人に対しては左の上段回しが格段に当たりやすくなります。で、その場合も基本ここですね、蹴ってくるときもせっかく下がっても自分がこっちの外のラインに来てしまうとどんだけ回そうとしても、回ってきてしまうので、自分が、立つラインですね、これを、こちら側でなくせめて正面もしくはちょっと相手からするとこっちを外を取っておくとこの中心ライン取りやすくなるので、立ち位置もちょっと気をつけていただくと自分が回さないように蹴ろうと思ってても相手の正面ではなくこちらの、相手からするとこの正面からちょっとこちらですね、こっちに行ってしまうとどうしても回る方と近いラインが取ってしまうので、基本正面もしくはこちらの底ですね、こちらのライン取るようにして引いてもらって蹴ってもらうと相手がすごく受けにくい蹴りになりますので、こちらのラインのものもちょっと、しておいていただくと参考になると思います。作戦を立てる上では対策は格段に立てやすくなります。またポジションごとに考えるという概念がなかった人にとっては、今後の組み手を考える上で大きな変換点になるのではないかと思います。外とこの回転でも届いてしまうので、後ろ回転で左の後ろ回し、後ろ蹴りが得意な選手にこのポジションを取った時は基本こちら側の回転は自分が近づいていってるってことを認識しておかないとこちらの方にもらいやすくなるので。いかがだったでしょうか。今回ご紹介した背筋蹴りで得られる大きなメリット3つ、1つ目疲れていても蹴れる、2つ目前手を動かさずに蹴れる、3つ目直線で蹴れる。今回のメリットを理解し使用することで確実に上段のヒット率を上げることが可能になります。またメリットを知った上で自分の組み手の中だったらどの技の後がいいのかとか、どのシチュエーションで有効になるのかなど、考えて工夫して自分の組み手のスタイルとして取り入れて自分の技に昇華することで、確実に組み手で使える技に、なっていきますので、ぜひ参考にして稽古に取り組んでみてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、空手家トークの YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。おっす。実はコンビネーションの練習って大切な部分に気づかないことで、せっかくやっているミット練習が実戦では全く使えない残念なコンビネーションになってしまっているっていうことが非常に多い練習だったりします。というか僕自身がそのせいで若い頃ミットであれだけ練習したのに全然試合で出せなかったっていう経験をたくさんしていました。